結構特別な GTR、ステップ0っていう方のキットを入れてます。早いでしょでどのぐらいかかってるのかっていうのが、これ明細あって350何万。はい、よし、こんにちは。もう今年も終わりですね。終わりですね。はい、12月末で今日の気温は8度、最低気温はマイナス3度だったらしいです。めっちゃ寒くなりました。寒かったです。はい、やっていきましょう。はい。まあ今日紹介する車はこちらの GTR になるんですが、はい。多分もう12月末っていうこともあって、はい。でかつあと動画が2本上げてないのがあって、はい。でこれも撮ってっていうことになると、多分今年最後の動画になるんじゃないかな。おそらくそうですね。はい。そうだね。っていう感じになると思います。で、今年最後の車にふさわしいと思われる R32 GTR、僕も乗ってる車なんで、はい。それなりに知識も持ってるつもりではいる車でもありますし、それなりにいろんな思いがある車でもありますし、やっぱ仕入れる時にそれなりに気をつけて仕入れる、はい、車でもあるという形の車でございます。で、現状のうちの会社でいうと、これもそうなんだけど、見てもらうと分かるんですけど、結構もう今車が売れちゃってない状態。ここだけじゃなくてもう一個市場があるんだけれどもね、はい、そっちの方はもうすっからかんの状態で、はい、結構車が売れてます、おかげさまで、はい、ありがたい。ただその一方で、逆に全然買えてません。買えてない。買いが追いついてません。はい、でオークションでの買いもやってますけれども、ご存知の通り値段今高いですから、はい、なかなか仕入れができてないというところもあるのがあるので、今で言うならば車を売るチャンスじゃないかと思いますので、はい、売りたい方いらっしゃったらお声掛けいただいて、買い取り、やってますという感じですね。結構買い取りでいうと、この間のマーク2ワインレッドのやつが大阪とかさ、そうです、白のチェイサーは長野とか、はい、あとはまだアップしてないか、緑色のダークグリーンの、ワンオーナーのチェイサーもあって、それも買い取りで、それは京都か、はい、まで行ったりとか、遠方でも結構気軽に行っちゃうので、お声掛けいただけたらと思います。でですね、今日紹介する車はこの GTR なんですけれども、はい、年末にふさわしいのか、結構特別な GTR がございます。はい、今ちょっとエンジンかけっぱなしにしてるんだけど、はい、なんでかけっぱなしにしてるかっていうのもありますし、はい、でかつこれ実はですね、3日前にインスタにはねちょこちょこストーリーに上げてたんだけど、はい、で、3日前ぐらいにちゃんとインスタの方はアップして、で2日前ぐらいに、ホームページの方にアップさせてもらったんですけれども、結構もうすでに問い合わせ何回かいただいているようなで、それは日本国内もそうだし、はい、海外の方からも、お問い合わせいただいているお車で、はい、ちょっと早めに売れそうなんで早めに撮ろうみたいな、そんな感じで撮らせていただきました。前回のねミッドナイトパープルの R33 の GTR あったでしょ、はい、あれなんかもやっぱ動画アップ6時にアップして7時にはもう問い合わせ来てすぐその人に決まっちゃったみたいなことがあったりとか、あとは別のケースで言うならばR34 の、スカイラインセダンなんかも、アップする前にもうご制約いただいちゃったりしてるので、はい、この車は今現在はまだ売れてないんですけれども、はい、ちょっと早そうなんで撮ってもらう感じでございました。はい、OK ですね。はい、で何が特別なのかというと、ちょっと一度だけ先に大車の何がすごいかというと、こんな感じだ。はい、それ詳細は後ほど。っていう感じでやっていきましょう。多分、なんで上に今年最後になる動画になると思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。では、ヨッシー君、改めて、ここからはちょっと、台本を見ながらやっていますが、今回紹介させてもらうこちらのスカイライン GTR、はい、BNR32 のスカイライン GTR ですね。年式は1993年式、平成5年式の車になります。で、走行距離は10万7200、実走更新。32 GTR にしては距離は少ない方という感じですね。で、あとは車検に関しては先月の末に
うちの会社で取ったばっかりの車なので、はい。ほぼ丸2年残っている状態はい。という形になります。あとは修復歴に関しては、はいこの車ね、オークションで買ってるんだけど、はい。オークション会場では修復歴なしはい。で、4点評価の B っていう内装 B 評価で買ってきたんですけれども、はい。開けてみたら、修復歴ありでしたっていう車でした。たまにあります。ぶっちゃけ多分ね、動画で撮っても多分わからない場所なんだけれども、はい。一箇所やっぱ修正してる跡があって、はい。でオークション検査も見逃すような修復歴なので、もちろんそこには大した支障はないんですけれども、はい。ちょっと細かく見れば、まあこれは白か黒かで判断したら黒だよねっていうことで、はい。修復歴ありにさせてもらうという形でございます。修復歴箇所は後で伝える。で、まあシフトは5速マニュアル、まあこれは後でまあでも32GTR にね6速ミッションを乗せる人もいます、はい。でもこれは純正の5速マニュアルという形になっています。さっきちらっとヒントはお見せしましたけれども、はい。パッと見に関してはヨッシーの印象としてはどうですか？そんなに激しくいじってないじゃないですか。だよ、はい。はい、ノーマルにノーマルに近い。まあ車高はね下げてレイズのホイールはい。履いて、で、マフラーが、まあ、入ってる、マフラー。はい、はい。こんな感じですけど、はい。はい、でR32GTR はあんまりねみんなエアロを巻くとかっていうのがあまりしないので、はい。大体みんなこんな感じのスタイルはい。になってます。はい。で人によってはねニスモの、バンパーのバック入れたりとかサイドのプロテクター入れたりとかっていうのはあるんですけれども、はい。まあ結構よくある GTR のスタイルじゃないかっていう感じですね、はい。アルミ入れて車高下げてマフラー入れて以上終了みたいなはい。ところではあるんですけれども、まあ、先に言っちゃうとこの車さっきヒントでお伝えしたように、はい。エンジン部分の中ですねはい。に、ものすごい手が入っている車とはい。いう形でございます。はい。はい。ルーシー君、3人スカイライン GTR はい。積んでいるエンジンは何ですか3人ターボエンジン。？3人ターボエンジンですね。はい。じゃあチェイサーとかわかるでしょ？はい。いつもやってるね。はい。ツアラー V に積んでるエンジンは 1J。 1J？ 1JZ。あ、1J。1JZ。 1JZ GTE っていうあ、エンジンが積んでる。はい。じゃあ GTR これ知ってわかるでしょ？ RB。お2、3。あ、26。 26、はい。その後は分からないか。OKOK 正解です。RB26DETT ってやつね。はい。 DETT。そう RB26 ってことは何 cc ですか2500。？26なのに2600。そうだね。全然進まねえじゃん。そう名エンジンですよ。日産のグループ A っていうレースに勝つためにこう開発されたようなものですから。まあここの説明はもう何を見たってその説明になるので、はい。こういう割愛しますけども、まあとにかく日産のいいエンジンが積んであります。はい。RB23 じゃなくて26ね。 26。そう RB26DPD のツインターボエンジンになってます。はい。通常は。はい。なんですがこの GTR はですね、2800cc まで5アップしてあるという形です。はい。はい、正確には2700何十何とかちょっとちゃんとこの見ないとはい。と RB2800cc のエンジンという感じです。で、ターボに関しても、シングルターボになってます。シングル。ツインターボになってます。シングルターボになってます。はい。っていうところが、大きなトップですという形になってます。はい、ピンときてますかね。それがいいのか悪いのかいまいちよく分からそれがいいのか、いいに決まってんじゃん。GTR はさ、まあ外装見たってっていうところはありますから、はい、もうエンジンからいきましょう。はい。そうで、なんでエンジンかけっぱなししてるかっていうと、はい、ちょっとね、これね、プラグの番手をレンジ上に置くには間違えちゃって、レーシングの9台になってる。はい。は
エンジンでございます。まずこの車、2021年8月だからね、2年前ぐらいの、走行距離が10万5800キロ以上、だから1500キロ前ぐらい、2年前、1500キロ前ぐらいにエンジンをオーバーホールしたんです。オーバーホールした一回直してそう組み直して、まあそういう感じだね。このエンジンを一回下ろして、で分解して、で、まあ整えるっていうと表現的に合ってるのかどうかなんですけども、まあ洗浄したり変えるものは変えたりというところを、作業をやってあるという感じです。それによって、まあ、新品とは言わないんだけれども、エンジンの中の、状態を、まあ、新車の状態に戻すという感じの行為が行われる。まあ、これがざっくりとオーバーホールになるんですけれども、そのオーバーホールするときに、ピストンっていうのがあるでしょ。まあ、よし、わかんないから、もうこれ見てる人向けに言うわ。ピストンとコンロット、あと、クランクシャフト。クランクシャフトがこう回って、コンロットがあって、上にピストンがこうあって、燃焼してこう爆発するんですけれども、このクランクシャフト、コンロット、ピストンがセットになった HKS のね、2.8 リッターのキットっていうのが売ってるんですよ。そういうキットが売ってる。オーバーホールの時にそれ組み込めば、まあもちろんエンジン本体の加工は必要なんだけれども、2800cc にできる。で、それの 2.8 の、ステップ0っていう方のキットを入れてます。ステップ0、ステップ1、ステップ2っていうのがあって、ステップ2の方がハイパワーを出せる仕様にはなってるんだけれども、ステップ0の方が街乗りで乗る分には多分こっちの方が乗りやすい。僕ね、正直ステップ2乗ったことないと分かんないんですけども、高回転型に振ってるか街乗りでも乗れるかみたいな形で、許容が変わってるという感じです。まあ推定馬力も550から600馬力ぐらいで設定しているのが、まあ、ステップ0っていう感じなんですけれども、まあそれのステップ0のキットが入ってるという感じでございます。で、まあ、その時にエンジンが下ろすよね。下ろして、シリンダーヘッドの部分とかは、ナプレックっていうその燃焼室、エンジンを加工してくれる会社があるんですね。もうそれ専門の会社。多分ね、R ズミートに見てるんですよ。エンジンがこう置いてあって、あったところの会社さんなんですけど、まあ、そこのハイレスポンスキットっていうのも、ちゃんとやってある。で、そこであとシリンダーの水圧検査とか、ボーリングとかホーニング、シリンダーブロックとかもやってあって、まあ簡単に言うとまあただ外してきれいにするだけでもいいんですけれども、そのピストンに合わせて幅をこう広げたりとかしなきゃいけない。大きいピストンに入れて、で、そういうのをやってたんです。で、もちろんその細かい傷がついてればそういうのもきれいにしなきゃいけなかったりもありますから、そういうのもやってあるという形でございます。これだけでも結構大変です。考えただけで大変なエンジンを下ろす、バラす、で、機械でエンジン屋さんに持ってって加工してもらう、で、さっき言った HKS のキットを組み込む、大変でしょ。金額もやばそう。まあざっくりそれだけで100はかかるんです。100じゃきついかな。まあまあそのぐらいかかる。キットだけでね、今ね、だいたい6、70万ぐらいかなで売ってるんで、まあプラス30には絶対やってくれないから、まあ全然足んないねっていう感じのがやったんです。まあこれがそのエンジンです。次はターボの部分なんですけれども、この車はシングルターボにしたんです。さっき言ったように、RB26 通常のエンジンはツインターボなんだけれども、これトラストの T78 っていう、まあ中ぐらいかな、まあでも大きいからね、シングルターボ化されているという形になっています。これによって、ツインターボで発生しがちなサージングっていう症状があるんですけど、まあ、そういうのがなくなったりとか、あとは、まあ、でっかいドンというターボなので、結構ハイパワーをこう出せるという形です。まあ逆に言うとデメリットもあって、通常の 2600cc のエンジンに多分でっかいシングルターボ入れちゃうと、上はこのでっかいターボが回りだしたらめちゃめちゃ速いんですけど、下がない低中速が弱くなっちゃう。ツインターボだったら低中速も回る、中高速域も回るみたいな感じでこう2つあるんですか。まあ低中から中高、まあ分けてるわけじゃないんだけど、まあそういう考え方で2つあるからカバーできてるものが1つになるとどっちかに偏っちゃう。分かりやすくっていうのなんだけれども、その低速を補うために 2600cc のエンジンを 2800cc にしてるっていうのもあるんですよ。逆の考え方をするんであれば、モアパワーを求めてでっかいシングルターボを入れました、でも低速中速は弱くなるから、じゃあそこを 2800cc にして補いましょう、まあこんな感じが一般的なんです。
そうすると低中速は排気量でカバーして、中高速域はでっかいターボで取りに行きましょうみたいな、まあそんな感じでいいんじゃないですかね。 OK ですね。はい、まあ、当然ながらエンジンはともかく、こんだけパワー出すと今度は燃料が足りなくなるんですよ。そう燃料足りないとどうなるかっていうとエンジン焼き付くんですよ。なので燃料もインジェクターね、を変えてあったりとか、こういうね、燃料ポンプと変えてあったりとか、こうやっていうふうに補強してあったりします。で制御に関しても R35 の GTR と同じエアフローセンサーっていうのに変えてたりとか、このちっちゃい黒いこれなんですね。そう変えてあったりとか。であとは、インタークーラーももちろん変えてあって、このインタークーラーねいいんですよね。DRL っていうラジエーターとかインタークーラーとかもうここにもいっぱいつけてる。いずれにしてもね、この他のインタークーラーと違って、安いインタークーラーとかだとこっからここまでみたいな感じなんだけど、これも幅ギリギリまでこう全部網になってるんで、空気の冷却効果とかでラジエーターも変わってる。まあとにかくねいろいろ変わってるよ。で当然中に回すオイルのポンプとかも、強化品に変えてあったり N1 のオイルポンプ使ってたりっていう感じになってます。これで大きく吸ってでっかく燃やして、でマフラーの方に入っていくような感じになるんですけれども、でマフラーも車外のねちょっとメーカー分かんなかったんだけど、フロントパイプに触媒をもうストレートにしちゃってて、まず最初こっちから覗いてもらうと、フロントパイプ車外でこれちょっとよく分からなかったかな。で触媒を太いストレートにして、で後ろがフジツボの、マフラーで、太さがね 89.1 パイ、約90パーだったらこれ太いマフラーで、そう音は、マフラーのイヤーマフラーにサイレンサーが結構強めのがついてるんで、そこまで大きくはないかな。そうですね、この時点では。まだここですね。そうで、あとは、クラッチもこのパワーだと、もうノーマルのクラッチだと全然耐えられないので、これはねエクセビーのコンペアールっていうクラッチ、結構重くて強くてっていう感じのクラッチが入ってるんです。やっぱりエンジンをチューニングするってなって、ありがちなのはさ、ターボ純正でブーストアップをすれば、エンジンの出力がターボ車は一気にギュンって上がるわけですよ。でマフラーを変えないとかね。でもよしだったら手っ取り早くパワー上げたかったらそうするだよね。なんだけどやっぱ純正タービンって過度なブーストをかけるとあっという間に壊れるんですよ。耐久力が弱い。で壊れた羽がエンジンに入っちゃって、でエンジンが壊れるんですよ。そうなったらもうとんでもないことなんですよ。じゃあタービンを変える、そこでタービン交換に入るわけですよね。でタービンを変えるんですけど、タービンを変えてタービンの耐久性は OK です。OK です。なんだけど今度はエンジン側が持ちますかって話になってる、さっき言ったそのピストンだったりコンロックだったりそうなんだけど、そもそもガスケット飛んじゃったりとかもありますし、さっき言ったように燃料が足りなくなるっていうのがあります。そもそもパワーが全然変わってくるので、コンピューターも変えなきゃいけないねっていう形になるし、結構ねここからやっぱりお金がかかる。当然ながらパワーが上がれば、冷却もそういうステージで走るわけですから、冷却効果も高めなきゃいけないわけだから、やっぱりラジエーターもいいやつ入れて冷えるようにしたりとか、オイルクーラーを入れて、よりオイルも冷えるようにしたりとかして、エンジンにいい状態を作ってあげないといけないんですね。こういうところにどんどんお金がかかってくる。でさっき言ったように別のところで言うならば、燃料ポンプなりオイルポンプなり、クラッチとかもそうですね、っていうところも耐えられなくなってくるんで、そういうのも変えてくる。なので結構お金がかかってすごい相当かかってると思います。そうだからこれねやりだすと結構キリがないっていうところがあるんですけれども、さっき言ったようにこの車はそこら辺全部やってあるんですよ。そう、やってある。だからいいっていう話 OK ですね。エンジンの内容は一応こんな感じかな。本当にこれが一番全てで、逆に言うとこれ以外特に何も説明することないこれメイン、本当これメイン。
だから単純にさ H ケースの 2800cc が入ってる、はい。だから俺も一瞬その自分の車に積んだらどうなんだろう、おせっかいちゃおうかなとかさ、はい。まあいろんな選択肢があるわけじゃん、はい。でも積み替えたとってはい。結局コンピューターやらなきゃいけないし、冷却系やらなきゃいけないし、ルールやらなきゃいけない、そうですよね。だからやっぱりこれもあれもそれも今ついてるパーツが全部あって初めて成り立ってるっていう感じのものなんです。はい。一応これがこの車の何がすごいかっていうところはい。なんだね。なんか質問ありますか？総額でどのぐらいかかってるのかっていうのは。一応これ明細あって、あるんですね。350何万で、クラッチとかは入ってないんで、はい。あと結構ところどころ入ってないパーツもあったり、もちろんマフラーとかも入ってないし、あくまでそのエンジン一発のエンジンキット積んでオーバーホールして、はい、あとタービン組むところかな、はい。まあここら辺で、350万。やっぱそんな行くんですね。はい。でもね、それがかかるんですよ。でこれしかも2年3年前ぐらいにやってあるって話したじゃん、はい。多分今やったらもっとかかるんじゃないかな、値段高いからさ、部品の値段も上がってるんですよ、はい。っていう感じで OK ですね。はい。はい、じゃああとは軽くない外装を見てっていう感じになるんですけれども、はい。外装に関してはこれ以外はさざっくりですよちょっとフロントリップ吸ってるぐらいです。こんなのは気になる人は直してくださいって感じですけど、VLR レイズの、CE28 だった、はい、CE28 で18日19日でプラス15をセット、はい。このシゲまあ GTR サイト、じゃあ GTR サイト先に GTR の攻め残りでいいって感じ、はい。で、これで確かこれで車検取ってる、この状態で。この状態で取ってる、はい、っていう感じです。で、ブレーキに関しては、33の GTR のブレーキが入ってます。はい。ブレーコっていうマークが入ってるんですね。純正は日産っていうスピードのブレーキがはい。自分やゆう感じです。っていう感じです。はい。まあ細かいところでいうとこういうマットガードなんかはこういうのは純正オプションですね。これ3人のジータルエンブレムじゃないんですよね。33なのかな、34なのかな、35なのかな、35かなっていう感じですね。はい。という感じです。で、続きまして内装。内装もめっちゃシンプル。今回ノーマルと見せかけて、実はこのシート33のシートです。3人のシートじゃないですよ。炭酸のシートが入ってて、まあ、ナルディのハンドルが入ってて、まだまあブーストコントローラートラストのと、あとはコンピューターがね、アペックスのパワー FC 入ってるから FC コマンダーっていうのがそのハンドルの脇になってる。そんぐらいかな。あ、そうでこの車ね、はい、緑整備さんっていうやっぱりこれも GTR の、はい、まあ、チューニング屋さんというかパーツ屋さんというかなんですけれども、昔からある会社なんだけど、そこのエアコンキットを使ってエアコンキットを装備してますので、エアコンはい声もね多分あまり分かんないと思う。吹き出し口見たところで吹き出し口じゃないんですよ、エアコンのキットなので。そうそれもね多分ね4、50万ぐらいだったかな。高いんですよ。なので、めっちゃ冷えます。入れたてなのでっていう感じ。はい。OK ですね。はい。もうこんな感じでした。内装もダメージないし、外装もこんなもんだし。はい。まあじゃあトラックとか言っちゃっても、はい。まあ綺麗ですよ。はい。います。まあ綺麗ですよ。普通かな。普通だね。ちょっと汚れてるけど、ちょっとまあこんな感じです。はい。はい、そうで外装に関しては、純正のこのシルバーなんだけれども、はい、これ一回同色補修かけてるのかな。ちょっと今ここにかぶっちゃってるけど、はい、若干ねクリアがこうなんていうのかな粗いところがあるんだけれども、はい、まあそんなに目立つもんじゃないかな。あとこういうと
いところでこんなあんまり俺好きじゃないんだけど、マスキングのさ、はい。まあ気になる人は塗り替えてもらってもいいんじゃないかなと思いますね。はい。でこの車のエンジンミッションとかはさっき言ったように結構しっかりやってあるんだけど、足回りは結構下手ってます多分ね。いや分かんない実際は、多分これ前のオーナーさん売るときにサス外したんじゃないかな。なんかこの車に似つかわしくないぐらいオイル漏れしてへたってる、H ケースと昔のサスがついてるんですよ。そうだからついてる人は車庫帳はもう交換前提で、でタイヤも古いんで山はあって車検は通るんだけど、タイヤもこれだいぶ古いタイヤだから、ネオンの中でいいタイヤなんだけどね、古いんで交換前提で考えてもらった方がいいんじゃないかという感じですね。まあこんなところかな。とりあえず今日はこの R3 にね GTR 紹介という感じでございます。はい、じゃあヨシが改めて、本日年内最後の2023年最後はこの GTR を紹介させていただきました。改めまして内容をお話しすると、1993年式平成5年式の、走行距離10万7200キロ、車検は丸ほとんど2年残ってて、修復歴あり。修復歴はここの左、それ説明しなかったね、左フロントね、クロスメンバーの先っぽ、このバンパーの裏にあるフレームの先にちょっと修正箇所があっただけなんで、走行全然気にしないで大丈夫だという感じでございました。でエンジンはさっき言ったように H ケースの 2.8 リッターのステップゼロのキットが入ってるという感じなのと、オーバーホールもその時してて、それに伴ってとにかくいろいろいじってあるという感じ。ざっくり推定600馬力ぐらいで見とけばいいんじゃないかなっていう感じです。まだそういったダイナパクトチェックとかしてないので、あれですけど推定それぐらいでいいと思います。じゃあよし、なんか最後質問あれば。結構やっぱりいじってると思うんで、ただこれ乗っていく部分でなんかデメリットって実際あります？デメリット、それでいうと、まさに今現状さっき説明した通りなんだけど、やっぱりそのプラグの番手を、今余計その9番のレーシングとか入れてるからっていうのもあるんだけれども、結構かぶりやすくはなってるんで、言い方変ですけど街乗りちょこちょこ乗るとかっていう向きの車じゃないです。どっちかっていうと高回転で回してもらったりとか、それこそサーキット走ってもらったりとか、そういう感じの仕様になってるので、パワーのスペックが欲しいっていうので買ったはいいけど、実際乗るのは街乗りちょこちょこ、通勤で使う人はいないけど、通勤ちょこちょこですっていうと多分すぐかぶっちゃうと思います。でも逆に言うとそういうそのちょっとハードなシチュエーションで使ったとしても、それに耐えうる耐久性を持っているキットでオーバーホールとかしてあるので、その点は安心かなと。逆に言うとエンジンが普通のノーマルのものだと、街乗りはめちゃめちゃ乗りやすいけど、俺の街乗り超乗りやすいからさ、ツインターボだし下もトルクあるから、街乗り超乗りやすいんだけれども、逆にサーキットとかでガンガン走るっていうと、多分あっという間にエンジン壊しそうみたいな、そういう不安があるという感じです。それはやっぱメリットデメリット、使うシチュエーションの違いっていうところはあるので、さっき言ったようにそういうシチュエーション、そういうのを求めてる人はこれはかなりぴったりじゃないかなと思います。あとはいかんせん自分でやるにしたらめちゃめちゃお金もかかるし時間もかかるので、それが先にやってある、しかもやりたてっていうところはポイント高いんじゃないかなと思います。OK ですね。じゃあ今日はこんなところで、また来年も引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。じゃあ早速でせっかくなんで、今ちょっとレスポンスがめちゃくちゃいいから、俺のと比べても、エンジンノーマルなんですよ。さっきのハイレスポンスキットとか入ってないやつでちょっと吹かすと昭和良くなってるとはいえ、よし行こう。そこでパワーの出方が違うよね。そうですね。上でズドーンみたいな感じでしょ。